会社では、係長、課長、部長、役員などの役職がある会社が多いと思います。役職ごとにどのようなことが求められているのか、この動画では解説していきたいと思います。この動画では、各役職で求められる能力、各能力の説明、各能力を妨げる原因について順番に説明していきます。なお、この動画の内容はあくまで個人的な見解であり、業界や会社によって考え方が大きく異なる可能性があることをご了承ください。早速ですが、まずは各役職で求められる能力について解説します。この動画では、一般クラス、係長クラス、課長クラス、部長クラス、役員クラスに分けてそれぞれ解説していきます。それぞれの役職で特に重要な能力として、一般クラスでは主体性を、係長クラスでは周りを巻き込む力を、課長クラスでは問題解決能力を、部長クラスでは問題設定能力を、役員クラスでは決断力を挙げています。それぞれについてはこの後に説明していきますが、前提として他者との関わり合いについて説明します。役職が上がっていくにつれて、最初は自分のことだけを考えていればよかったのが、だんだんと同じ職場内のこと、同じ工場内のこと、自社全体のこと、自社や市場全体のことなど、意識すべき対象がどんどん広がっていきます。役職が上がるにつれて、私とあなたといった相対する関係性から、私たちといった自分も相手も一緒なんだという関係性へと意識が変わっていく必要があります。私たちの対象も最初は職場内だけだったのが自社全体に広がったりと、役職が上がるにつれてどんどん広げていくことが求められます。私たちの意識を広げていくことについて追加で説明します。ここでは相手に対する意識の段階として大きく3つの段階で説明します。段階1は私とあなたの関係です。相手が自分の思うように動かなかったり、意見が対立したりすると敵対心が生まれてしまうような状態です。段階2は私たちとあなたたちの関係です。段階1と比べて私たちの意識は広がりましたが、その対象は一部にとどまり、自身が所属するグループ以外とは時に敵対心が生まれてしまう状態です。段階3は皆が私たちの関係です。皆が自分と一体化したような感覚であり、こうなると感情的なトラブルは起こりにくくなります。上職者になればなるほど、いかに段階3まで自分の意識を持っていくのかというものが大変重要なことになります。そのような意識の変容が大事だということを前提にしつつ、各役職で求められる能力の説明をしていきたいと思います。まずは一般クラスに求められる能力として、主体性について説明します。主体性は簡単に言うと、人に言われなくても自ら考え、自ら行動することです。ざっくりとした区分とはなりますが、わかりやすく言うと、言ってもわからない人は困った新人レベル。言われたらわかる人は普通の新人レベル。言われなくてもわかる人はできる新人レベル。言われなくてもやる人は一人前レベル。やるべきことを自ら考えてやる人は一人前係長レベルとなります。主体性の有無の一つの基準がどうしましょうという言葉です。上司に何かを相談するときにどうしましょうとただ上司に判断を委ねるのか、こうしたいですがいいですかと自ら提案して承諾を得るのか、どちらの方が主体性があるでしょうか。主体性があるのは明らかに後者です。
状況判断と対応策をすべて他人に丸投げするような姿勢では、十分な主体性が見受けられません。上司の指示を実行するときも、ただやるのではなくって、なぜその指示がなされたのか、他の業務とどのように関連しているのか、と常に自分の頭で考えるとなお良いでしょう。次に、係長クラスに求められる能力として、周りを巻き込む力を説明します。こうしたいのですがいいですかと上司に自ら提案し、承諾を得るにとどまらず、こうしましょうと上司だけでなく、同僚、部下、仕入れ先、顧客にも提案し、物事を自ら推進していく力が周りを巻き込む力となります。自分一人でできることには限界があることをいい意味で理解し、周囲に協力を求めながらチームワークを大切にして働くこと、自分個人の業務以外にも興味を持ち、チーム全体の仕事の進捗を気にかけること、また相手を思いやる心を持ち、お互いの長所を生かし合うように心がけることなどが重要になります。次に、課長クラスに求められる能力として、問題解決能力があります。問題解決するためには、物事を判断して前に進めていくことが重要です。その際の意思決定のための重要な考え方として、仮説思考があります。ここでは、仮説思考とは、問題に直面した際に完全に情報が揃っていなくても、自分なりの仮説を立て、それをもとに行動や分析を進めていく考え方と定義します。例えば製造業で不良品が発生してしまったときに、なぜ不良品が発生したのかを考えるとします。ここでまず、あらゆるすべての情報を集めるのではなくって、刃物の管理不足が原因ではないかと仮説を立て、一定期間経過後に刃物を交換するように変更し、改善されたかを検証するという仮説、行動、検証のサイクルを回すことが重要となります。仮説思考に対する考え方として、網羅的思考というものが挙げられます。網羅的思考は問題に直面した際に考えうるすべての情報を揃えてから、それをもとに行動や分析を進めていくという考え方です。仮説思考のメリットは網羅的思考と比べてみるとよくわかります。仮説思考のメリットは仕事をこなすスピードが速くなることです。常にいろんな仕事を抱え、時間も限られている中で、何とか仕事をこなしている方は多いと思いますが、仮説思考をうまく使いこなせると、スピーディーに仕事をこなせるようになります。最初に間違った仮説を立ててしまうこともあると思いますが、仮説、行動、検証のサイクルを短期間に何度も繰り返すことを意識することで、仮説の精度が上がっていき、トータルとして短期間で仕事を進めていくことができるようになります。注意点として、1回の行動に多大なコストがかかる場合、網羅的思考によって慎重に判断した方がいい時もあることを挙げさせていただきます。どちらが一概にいい悪いというわけではなく、場合によって使い分けが必要となります。ただ、一般的に情報収集に時間をかけすぎて、仕事が前になかなか進まないといった場合の方が多いと思ったため、今回は仮説思考のメリットを重点的に取り上げてみました。仮説思考の次に問題解決能力に関するものとして、問題把握のための重要なスキルである問題の構造化について説明します。問題の構造化とは、漠然とした問題を分解、整理して全体像や本質を明確にする方法です。例えば、なぜ売上が上がらないかについて考えるとします。ここで売上を単価×個数に分解します。数学でも因数分解というものがありましたが、同様な考え方によって問題を分解します。次に個数をさらに因数分解して、売上イコール単価×
1回あたり注文数×注文頻度に分けます。次に単価を通常納期の場合と特急対応の場合に場合分けします。このように因数分解と場合分けを使って大きな問題を手に負える大きさまで分解します。このように因数分解と場合分けによって問題の構造化を行った後、特急対応の単価に注目するとします。ここで単納期を新しい付加価値として提供することで売上が上がるのではという仮説を立ててみます。その後、実際に単納期ニーズがあるかどうかを調査したところ、ニーズが十分あることが確認できたとします。単納期対応のためには工場の生産能力に余裕を持たせないといけませんが、確認したところ、現在の生産でいっぱいいっぱいで、新たに単納期サービスをするには生産能力が不足しているということが確認できたとします。このように仮説思考をもとに考えをどんどん進めていきます。次に工場の生産能力を設備台数×稼働率に因数分解し、問題の構造化を再び行います。ここでまた仮説思考により、人材教育の遅れにより稼働率が低いのではと仮説を立ててみます。このように仮説思考と問題の構造化を組み合わせて、どんどん思考と行動を進めていきます。ある程度行動してみることで初めてわかることもあります。例えば、ここまでの人材教育に稼働率改善の余地があるのではという仮説に基づき加工現場を調査すると、日々の生産に追われ新人を教育する暇がないといった意見が出てくるかもしれません。そこで解決策を考え、例えば動画配信により基本的な内容は隙間時間でも繰り返し学習できるように環境を整えることを目指し、動画コンテンツの企画作成に取り掛かることもあり得るでしょう。次に部長クラスに求められる能力として問題設定能力を説明します。問題設定能力は問題解決能力とは次元が異なります。問題解決では上司に設定された問題をいかに解決するかというのが主題だったのに対し、問題設定ではそもそも何が問題なのかを自ら探り出し定義することが必要となります。役職が上がるにつれて問題解決から問題設定へと重要性がシフトします。問題設定では自分で問題を発見し設定することが必要です。問題解決のように誰かに問題を与えられることはありません。問題設定では考えの枠自体を定義し直すことが求められます。問題解決のように与えられた枠内で考えていると良い問題設定ができない可能性があります。問題設定ではアウトプットは問いになります。一方、問題解決のアウトプットは答えになります。例えば、製造業における納期遅れの解消について見てみましょう。納期遅れが発生している原因として、当初設定した問題として、製造現場の作業スピードが遅いからというものがあったとします。指導により作業スピードを速めたが、納期遅れは減らなかったとします。そこで問題を再設定し、納期遅れの原因は部品の調達遅れや情報伝達の遅れによるものと考え直すことにしました。システム改善やルール決めを行うことで納期遅れを減らすことができました。この事例からもそもそも何が問題なのかを考えることがいかに重要なのかがわかります。問題の設定を誤ると、たとえどんなにすごい解決方法を使ったとしても、無駄な努力に終わる、コストがかかっただけになる、別の問題を引き起こしてしまう、などといったことになりかねません。
また、問題設定能力に関連する能力として、任す力があります。理想的な上司の働き方としては、良い問題を考え、部下に解決を任すということが挙げられます。そもそもの問題設定を間違えると、部下の努力は水の泡となりかねません。上司は良い問題作りにいかに集中できるかが重要です。また、自分でやった方が早いからという理由で、いつまでも部下に仕事を任せずにいると、部下は成長の機会を失ってしまいます。任されることで部下も成長しますし、上司も上司として成長します。最後に、役員クラスに求められる能力として、決断力があります。変化の激しい時代である現在、問題も答えもないことがどんどん増えていきます。問題も答えもあること、例えば今現在の自分の担当の定例業務のようなこと、また問題はあるが答えはないようなこと、例えば既存分野の売上拡大やコスト低減などは普段の業務では重要であることは間違いないものの、今後 AI の進化などによって人間は不要になっていく可能性があります。一方、知らないということ自体を知らないようなこと、例えば新規事業や新しい分野の話などは、まずは人間の問いかけがないと開拓されていきません。網羅的思考に頼りすぎると、情報を集めているうちに新しい情報がさらにどんどん出てきて、いつまで経っても決断ができない状態になってしまいます。また、行動することで初めてわかることも多々あります。仮説思考を用いながら、現時点での最適解を導き、行動し続けることが重要となります。自ら問題設定し続けることで、問題も答えもない事象を、問題はあるが答えはない事象に変更することができ、世の中の情報に今までよりも機敏になっていくことが可能となり、その結果、より良い決断ができる可能性が高まります。最後の項目として、各役職で求められる能力を妨げる原因について解説します。まずは主体性を妨げる原因です。組織的な原因と個人的な原因の2つに分けて解説します。組織的な原因としましては、上から言われたことだけをやっていればよいという企業風土、明確な目標や役割の掲示不足、部下への的確なフィードバックや承認の不足といったものが挙げられます。個人的な原因としては、仕事に対するスキルや知識の不足、失敗を恐れる気持ち、仕事の意義や目的の理解不足などが挙げられます。個人的なエピソードとしまして、前職で毎日自分なりに忙しく働いていましたが、指導者からもっと考えて仕事をした方がいいといった旨の言葉を受けました。聞いたときは、これ以上もっと頑張れということなのか、これ以上頑張りようがないと思いましたが、今思い返すと、当時の自分は言われたことを表面的にこなすだけで、独自の考えを打ち出せないままでいたと思っています。頑張ってはいるが、あくまで言われたことを作業としてこなすことしか考えていないというような状態でした。同じ頑張るにしても、頑張り方によって仕事の成果は大きく変わる。そもそも何に頑張るかなど、頑張り方を工夫し、いかに自分の付加価値を上乗せできるかということを考えて働くことが大事であることを学びました。次に、周りを巻き込む力を妨げる原因です。組織的な原因としては、明確な目標や役割の掲示不足、周りに意見を言いにくい、失敗が許されにくい環境、職務権限が不明瞭などが挙げられます。また、個人的な原因としては、プライドが高い、完璧主義などで失敗を恐れる気持ち、周りからできない人と思われたくないというリスクを負いたくないという気持ち、周りとの信頼関係やコミュニケーションの不足などが挙げられます。個人的なエピソードとしまして、この仕事は前からこういうやり方でやってきているし、改善点を思いついたけど、今変えなくてもいいか。
いろんな部署との調整も面倒だし、と思い改善を後回しにしたことがありました。しかし、後日やはり気になって改善すると大きな改善効果が出て、もっと早く改善すればよかったと思ったことがありました。今思い返すと、この仕事はこうするものという思い込みが強かったのだと思います。また、めんどくさい、周りに迷惑をかけたくないというやらないで済むように仕向ける自分への言い訳に逃げず、改善をもっと早く進めていればよかったとも思いました。次に、問題解決能力を妨げる原因についてです。組織的な原因としては、必要な情報が手に入りにくいなどの情報共有の仕組み不足、チーム内の連携不足、設備や専門能力の不足といったものが挙げられます。個人的な原因としては、問題の表面しか見ず、問題の本質や構造を理解しようとしない、情報を集めるが解決のための動きを取らないといった責任を持ちたくないという気持ち、現状維持で満足し、新たなチャレンジをしないといったことが挙げられます。個人的なエピソードとしましては、今まで手作業で行っていたジグ作りで、担当者が移動することになったが、技術の引き継ぎが不足していた、どうしようといったことがありました。そこでいろいろな情報を探り、3D プリンターで制作できることが分かり、3D プリンターでの作成に移行することで解決しました。従来の手作業よりも早くて正確になり、今でも重宝しています。当初は、本当にそんなものでできるのかといった周囲の声もありましたが、今でも様々な工夫を重ねながら実用しています。知らないから、やったことがないからと最初から跳ねつけず、新たな知識を吸収し、仕事に生かすことが大事であることを実感しました。次に、問題設定能力を妨げる原因についてです。組織的な原因として、現状維持を優先する風潮組織文化。原因追求やそもそも論を考えず、場当たり的な対応で終始して良しとする寄付。個別最適に陥り、全体最適を目指せない縦割りすぎる組織構造などが挙げられます。また、個人的な原因として、決めるのは自分の仕事ではない、決められたことをするのが仕事と思っている。間違いを恐れ動けない。客観性を重視しすぎ、最終的な自分の意見が言えない。また、誰かが何とかしてくれるだろうと考え、仕事を自分事として捉えられていないといったことが挙げられます。個人的なエピソードとしましては、コロナ禍で新規の営業の開拓ができないといった中、インターネット上のポータルサイト登録や SNS を利用したウェブ営業の取り組みを実施しました。リアルのバー固めならネット上でという発想の転換を行い、立ち上げの企画、運営方法の決定などありましたが、チャレンジすることで見えてくることがありました。最後に決断力を妨げる原因についてです。組織的な原因としては、関与するメンバーが多すぎるなどによる責任の分散、情報が多すぎて優柔不断になりやすい、または情報不足、意思決定プロセスが不明確といったことが挙げられます。個人的な原因としては、各選択肢のメリット、デメリットを十分検討できていない、知識、経験が足りない、責任を負う覚悟がないといったことが挙げられます。個人的なエピソードとしましては、新卒時、どの企業に就職したらいいんだろうと悩むことがありました。最終的には、業務内容、社員の方々の雰囲気、若いうちにいろいろな経験を積みたい、などで入社する会社を決めました。就職してしばらくして、十分満足しているが、もっと良い選択はなかったのか、もし他の道に行っていたら、と思うこともありました。でも、もしこうなら、や、あの時こうしていれば、と過去をいくら考えても今は変わりません。いろいろな経験を積み重ねていく中で、自分の人生に責任を持ち、今歩いている道が正解になるように、今もこれからも生きていけばよい、と思えるようになりました。
この動画では、各役職で求められる能力として、主体性、周りを巻き込む力、問題解決能力、問題設定能力、決断力を挙げさせていただきました。また、各能力の説明と、各能力を妨げる原因について解説してきました。業界や会社によって求められる能力は様々ですが、どのような会社でも求められる能力ではないかと個人的には思っています。役職が上がるにつれて周りに及ぼす影響力は大きくなりますが、逆に言うと、今回取り上げたような能力の発揮が求められるからこそ、その人はその職位についているのだということもできます。すべてを完璧にこなすのはかなり難しいですが、少しでもより良い判断や行動ができるよう、自分を成長させることが仕事の面でも大事となってきますし、仕事を通して人間的に成長することで、プライベートも含めた人生をより充実したものにできるのではないかと思います。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。